はい。それでは今回はこの前回、測定に使った、ベースのモデルを活用して実際に黒の中だけで、犬の洋服を作ってみたいと思います。まずこのアバターの配置なんですけれども 2D 画面と 3D 画面が連動してます。基本的にフロントで2番の点キーを押すと前を向くんですけれども、この向いてる姿勢と方向が基本的にここと連動しています。なのでちょっと洋服を作る状態で正面の構図というのは見づらいので、最初にアバターの向きを調整しておきます。こういう感じですね。この起点の上ですね、起点上に来ないとアバターの影が認識しない仕様になっているようですので、きちんとまず向きを整えてあげることから始めてみてください。では、まず始めてみようと思います。ちょっとこれは試しながらなので、少し編集点などで、見づらくなってしまっている箇所があるかとは思いますけれども、なるべくそういったことがないように努めて制作していこうと思いますので、よろしくお願いします。まず基礎ペンですね。今回大体のところで引きたいので 3D ペンのアバターで襟ぐりの周りを最初にちょっと決めておこうと思います。はい、こんな感じかなと思います。この首元を目安に全体の洋服を作ってみたいと思います。まず、大きさは最初あまり考えなくていいと思いますので、この影を目安に、多角形ですね、多角形ツールを使って大体でいいのでちょっとパターンを作っていこうと思います。ウエストの一番細いところと、あとは腕の付け根ぐらいまでやってみようと思います。こんな感じですかね。ではちょっとこれを配置してみようと思います。で、縫い合わせを含む対象パターンを作って、大体の位置に配置します。人間と違ってですね、配置点の設定をすればもちろんできるんですけれども、基本的にサイズ等々の細かい設定が必要なので、ちょっと今回はこの配置点というものを使わずにアナログに配置していこうと思います。まず最初に
背中ですね。これを縫い合わせてみたいと思います。はい、こんな感じですね。で、一旦どのような位置まで布が来るかをこれで確認していきます。まず前側ですね。この距離が足りてないので、このパーツを伸ばしていこうと思います。で、下もこれを伸ばせばいいかな。そしたら前側で一旦縫製をしていこうと思います。はい。で、縫ったところ今度上側が余っているので、ちょっとここを調整していきます。ここですね。はい。首周りはすっきりしたんですけども、ちょっと直線的すぎるので、先ほど引いたこの線に沿ってちょっとカーブを作っていこうと思います。パターン編集の中のカーブ点編集を使ってちょっとラウンドさせてみようと思います。はい、いいと思います。そしたらですね、ここがちょっと直角でカクカクした印象なので、少しパターン編集でなだらかになるように調整してみたいと思います。これも一旦そのまま上げて、はい、こんな感じですかね。首周りはすごいいいと思います。あとはこの足の付け根ですね。あとここちょっと尖ってしまったので、一旦ちょっとまっすぐになるように調整していこうと思います。同じですね。こう上げていって、ここが直角になるとまっすぐになるので、これでまあいいかなと思います。そしたらこのラインをですね、ちょっと下げたいので、全体的にこの線を下げてみようと思います。こんなもんかな。あ、ちょっとバランス悪かったですね。ちょっと後でカーブのところは修正します。はい。そしたらですね、ここですね。ここは戻してしまって、もうちょっとここですね。これは下げたいな。はい。少しちょっとこのカーブのポイントが落ち着いてなかったので移動しようと思います。こんなもんですかね。悪くないかなと思います。そしたらですね、ちょっと後で修正するので、この余っている部分はこのまま残しておこうと思います。はい。そしたら、同じ要領でお腹の下の部分を作ってみようと思います。長さは合わせたいので、370mm なので、じゃあちょっと直線を引いていきましょうか。多角形で、この大体、ここの付け根と位置ぐらいに合わせて、370。はい。そしたら大体でいきたいと思いますので、お腹の下からこの腕の周りでまたちょっと付け根をイメージしてこんな感じで作ってみました。そしたらですね、これの配置を反対側にしてあげて、
これで対象パターンを作って反転してみようと思います。ここでした。こうですね。はい。そしたら一旦ちょっとこのまま縫い合わせてみようと思います。ここの中心位置。そしたらここですね。今くっついてるので、この下。このフロント部分と、ここですね。長さがちょっと合わないので、後で調整します。で、先ほど調整した脇ですね。ここと、ここ。で、一旦縫い合わせてみます。はい。ちょっと長さが合っていないので修正していきますね。ここですね。はい。どうでしょうか。まあ大体、アームホール、腕の付け根周りはそんな悪くないかなと思います。で、ここがちょっと余っちゃってるので、ここのちょっと角を修正していこうと思います。カーブ点編集を使って、すっきりさせて、で、ちょっとたるみをなくしてという感じで、どうでしょうか。あ、いいんじゃないですかね。であと、ここですね。今落ち着いているのでいいんですけれども、ここですね。ここか。こっちが141で、こっちが107なので、約4センチちょっと違うので、これはちょっと後々ずれそうなので、これをちょっと調整していきます。141.5 と 141.4 ほぼ一緒ですね。これで前のここの萩の位置は大丈夫かなと思います。そしたら今度ここが余っているので、ここの調整をしていきます。カーブをちょっと調整したいので、こういうラインですかね。うん、悪くないかな。そしたらですね、ちょっと本来こういうことはしないんですけれども、角がちょっと尖っているので、ここもちょっと調整していきます。長さを変えず、もうちょっと緩やかにしてあげたいですね。はい、こんな感じですかね。そしたら今度アームホールですね。ここのつながりを少しなだらかにしてあげたいので、こっちのカーブをちょっと修正してあげようかな。はい。まあもう少し細かく調整してもいいかなと思いますけど、こんな感じでやってみようと思います。はい、いかがでしょうか。全体的に、生地選びが大事だと思うんですけれども、頭からこうかぶせる形であれば、こんな感じでも問題ないかなと思います。で、最初に設定したよりも少し、この襟ぐりの部分が足りなくなってしまっているので、ここですね。このカーブのここのポイントを上げてあげたいと思います。もう少しかな。
こは直角にしてあげた方がいいので、はい。だいたい元々の線が隠れたので、こんな感じでいいかなと思います。一旦ちょっと非表示にしてみますね。ここの襟ぐりのラインがあって、まあ大体想定した通りかなと思います。はい。こんな感じですね。で、例えばここの、脇のラインをちょっと上げたり下げたりしたいなっていう場合は、このスタイル線編集の中のムーブスタイルラインを選択すると、まあ、この服ですよって選んだ後に、脇線が一番スムーズだと思うんですけど、こういうふうに少し分けてあげる。であげると、長さが自動的に調整されます。例えば、後ろのこの線だけを少し伸ばしたい場合は、このように操作もできますし、カットラインを上に上げたかったら、こういうふうに自動的に処理してくれます。連動してパターンが直るので、ちょっとした長さの修正にはこういったものも使っていいかなと思います。あとはこういう風にカットラインも調整することができます。でも結構特徴的な操作感があるので、少し慣れてからの方がいいかなと思います。カーブの修正は多分僕は使いやすいかなと思っているので、主にそういった時ですね、この辺の例えばちょっとつながりを直したいとかの時はいいかなというふうに思ってます。パターンを操作されたことがあるとわかると思うんですけれども、一箇所操作すると基本的には連動していろいろな箇所に不具合が起きます。なので、一箇所触ったらおしまいっていうことではなくて、全体的なバランスを見て、整えてあげるとスムーズかと思いますので、その辺を意識してみて操作してもらえたらなと思います。はい、こんな感じですかね。